ここから反転、脇よりも袖を先に縫う。これで肩倒しの時の縫い代付けが。こんにちは、服工房の小村です。今回はこの型紙に縫い代をつける方法を説明していこうと思います。縫い代といっても縫い代を割るのか、それとも型倒しにするのかで付け方が変わってきます。これをちょっと間違えると裏をめくった時に縫い代が見えたりとか、ロックの範囲に入らないとか、ちょっと仕上がりが綺麗に仕上がらないです。なので型紙からきちんと縫い代をつけて綺麗に仕上げるっていうことを、説明していこうと思います。ぜひ動画を見て役立ててもらえたら嬉しいです。まず最初に割る縫い代の付け方を説明していきます。一番最初にすることとして、まず先に縫うのはどちらかということを確認していきます。最初に肩の縫い代をつけていこうと思うんですけども、例えばここの部分、襟ぐりの部分を縫い代つけていくんですが、先に縫うのはどちらの線かということを考えます。縫う工程ですね。そうするとこれは肩を縫わないと見返しや襟がつかないので、先に縫うのは肩っていうことになります。肩先の方の肩なので、先に縫う側をまず延長します。4。前も同様に先に縫う方を延長します。これに対して、縫い代を割るとき反転にしないといけないので、縫い代をつけてきたら、この角度と同角度取ってきます。割るときはだいたい縫い代を1センチで割るっていうことはあまりなくて、1とか 1.2、1.5 とか 1.2 で割ることが多いので、今回は 1.5 で縫い代をつけます。理由としては縫い代を割るときには生地が割としっかりとして、肩倒しにすると分厚くなるような布の時には割るようにした方が綺麗に仕上がるので、厚い生地の時は 1.5 とか 1.2 とか1だとちょっと少ないかなという感じなので、割る時には 1.5 をつけていきます。前も同じように先に縫う方を延長をして 1.5 縫い代をつけたら、この距離が同じじゃないといけないので、映るならばこうやってこの位置は同じにしてきて、ここから反転の縫い代を取ってきます。こうすることによって折り返した時に縫い代が足らないということがなくなります。例えばこの部分、適当に延長でつけた場合、折り返したらどうなるかというと、こうなって出来上がりよりも布が足らなくなってしまうようになるので、折り返しが必要です。ただ襟ぐりなんかは見返しがつくことがあるので、見返しがつく時にはこの部分は直角の方が良いです。
こう型紙は直角だったり折り返しだったりいろいろあると思うんですが、見返しで隠れる部分、何かで隠れる部分は、裏地がつくとか見返しがつくとか、そういう時隠れる時には直角の方が実は縫いやすいです。縫いやすい理由としては、こう縫う時にはこういうふうに縫うんじゃなくて、中表でこういうふうに縫ってくるんですけども、こう折り返しにしてしまうと合わせる時に合いにくいんですよね。片方はこう切り端の寸法が合ってこないっていうことになるので、合わせにくいっていうことになります。直角だとこの縫い代の端を合わせて縫えば合ってくるので、とても縫いやすくなります。なので、何かで隠れるときは直角にすると良いです。で次、肩先の折り返しにします。肩先は割とだいたいこの位置が直角気味に取ってあることが多いので、ほぼ直角なんですけど、正確に言うとこう折り返してこの位置を決めて縫い代をつけていくと一番正確です。折り返して出来上がりで折ってみて、折り返しの縫い代をつけると正確に縫い代をつけることができます。これで肩線の縫い代がつきました。次に鎌底、この辺りの縫い代をつけます。ここも先に縫う方はどちらかということを考えます。縫い代を割るので、まず鎌底に関してはお袖を先につけるかお袖を後でつけるかによって縫い代のつけ方が変わってきます。後でつける時っていうのは身ごろもお袖も、身ごろも脇を縫って袖も袖下を縫って筒の袖にしてからカポッとお袖をぐるり縫う方法が後でつける方法ですけど、肩だけ縫っといて開いた状態でこの袖をつける。シャツとかブラウスとかカットソーとか肩の落ちたようなデザインの時には先に袖をつけることが多いので、袖先付けっていうんですけど、先付けか後付けかでも縫い代が変わってきます。どちらを先に縫うかって言ったんですけども、脇よりも袖を先に縫う場合は袖の線を延長します。でも、こう袖を好きにして身ごろも脇も縫って後からつける袖の時には脇が先に縫うところになるので脇線を延長します。これで縫い代を割ってくるので、またこの出来上がりの線で折ってこのアームホール透けてる部分を写します。これで 1.5 の縫い代をつけてきます。前も同様に先に縫う脇の線を延長してこの出来上がりで反転をします。
これで縫い代をつけていきます。ここはこう直角、もし直角にしてしまうとやっぱりこれで縫い代が足らなくなってしまうので、ここは必ず折り返しにするようにしてください。こんな感じで縫い代をつけていきます。あとこのカーブの部分、縫い代をつける時にはこういう方眼定規を使って1センチのところと出来上がりが合うように合わせてつけていくと良いです。これ直線の物差しでカーブを描くのが難しいように思われるかもしれないんですけど、これも訓練で上手に線が引けるようになるので、是非チャレンジしてみてもらいたいです。最初はちょっと分かりにくいと思うんですけど、この方眼定規の1センチの位置とこの出来上がり線を合わせて1センチごとぐらいにこうちょんちょんって引いてみると感覚が、ちょんちょんって点を打ってみると感覚がつかめると思います。ちょんちょんちょん、これちょんちょんちょんになってるんですけど、このちょんちょんちょんを全部直線でつなげてみると、なんとちょっとカクカクはしてますけどカーブに見えます。カーブの線に見えますよね。この直線のつながりでカーブにしながら縫い代をつけていくととてもつけやすくなります。あとは普通につけていったら良いですね。よいしょ。これで身ごろの縫い代付けが完成しました。次にお袖の縫い代付けをしていきます。お袖も縫い代を後付けという設定でしていくので、鎌底が袖下線延長になります。こちらも袖下線を延長、袖下を先に縫うので袖下線を延長します。これで出来上がり線で折り返して縫い代というか出来上がり、袖ぐりを移します。これで縫い代割ったことになりますね。後ろの方も袖下出来上がりで折って反転をします。
袖口なんですが、袖口このまま延長をしてしまうと後で縫い代が足らなくて大変なことになってしまいます。袖口は、こう先に縫うから延長ではないんですよね。袖口と裾に関しては。袖口と裾に関してはここ折り返しの縫い代にしないといけないので、このところはちょっと縫い合わせの関係で少し3ミリぐらいとかピョンと下がってることがあるんですけど、こことここを直線で折るようにして折り返しの線を写します。折り返しの線だとここになるんですけど、ちなみに内乗りになるので1.5ミリぐらいは内側になるように写します。ここも縫い代平行に写します。袖口だけは延長ではなく折り返しに縫い代をつけていきます。延長のままだとこの折ったところで8ミリぐらい足らなくなってくるので、片方で8ミリだと、両方で1.6センチっていうことになるので、だいぶちょっと足らなくて縫い代がつれちゃうってことになるので、袖口は折り返しで縫い代つけてみてください。簡単なパーツだったんですけども、これで割りの時の縫い代付けは割りの時の縫い代付けがきちんとできました。次に肩倒しにする時の縫い代の付け方を説明していきます。まず先ほどと同じように肩線からしていきます。同じように先に縫うのはどちらかということを考えて、これも先に縫うのは肩線なので肩線延長します。前後とも肩線延長します。肩線を縫わないと見返しも袖もつかないので、肩線延長します。そして、肩倒しの時というのはシャツとか薄い素材の時が多く、1.5 で肩倒しにすると重たくなってしまうので1センチ縫い代をつけることが多いので、今回は1センチの縫い代にしておきます。で、肩倒しの時前後があるものはほとんど後ろに倒します。なのでこれは後ろは折り返しの縫い代にしていきます。この出来上がりで折って襟ぐりと袖ぐりを写します。これに沿って縫い代をつけてくると良いですね。前は今度は反転ではなく縫い代が後ろに倒れるので、型紙を縫い合わせの状態にして後ろの縫い代を写します。縫い代を写します。この線を写しました。この線を写しました。これで後ろ折り返して前後ろに倒すとバッチリ縫い合わせの縫い代がバッチリ合ってきます。次に脇線、このかま底部分の縫い代をつけてきます。これは
今回は袖を先につけるという設定で、先に縫う方はお袖ということで縫い代をつけていきます。先に縫うのが脇ではなくお袖なので、袖の縫い目を延長、袖の縫い目を延長します。袖ぐりの縫い目を延長します。そしてこの袖側も、袖の縫い目を延長します。袖の縫い目を延長します。これでどういうふうに縫われるかというと、この位置とこの位置がこういうふうに合わさって縫い代がつきます。ルレットを持っておられたら、この縫い代をこう書いておくとより分かりやすくなります。これでどちらに倒すかっていうことになるんですけども、どちらに倒すかでこの線を反転するかどうするかを決めてきます。今回はじゃあちょっと身ごろ側に倒すようにしていきます。この出来上がりでこう反転をして写してもいいですし、同角度を取ってきて写しても良いです。身ごろを高くする時っていうのは、今回ちょっとこれは肩の落ちてないデザインなんですけど、肩の落ちてるようなデザインの時にはだいたい身ごろを高くして身ごろにステッチがあったりとか、あとジージャンなんかもだいたいジージャンなんかは肩が乗ってても身ごろ側に倒してダブル金茶の糸でダブルステッチがかかってたりとかすることが多いですね。で、身ごろ側は反転で袖側は延長なので、このまま縫い代をつけていきます。次後ろも同じようにこう先に縫う線同士をこう合わせて、延長した線を合わせて縫い代をつけます。このつけた線をルレットしておいて、身ごろ側は反転になるので少しカクッとなります。この線に対して反転の線をこうやってじゃあ打ってきます。反転に取ります。で袖側は身ごろに倒れるのでこのまま延長というか身ごろの縫い代で身ごろ側のこの線と同じ線で取ってきます。これで同じように縫い代を取ってきます。最初にこういうところを各コーナーっていうんですけど、コーナーの縫い代付けを先にしておいて後でまとめて、ここは袖ぐりはだいたい1センチなので1センチで縫い代を取ってくると縫い代がつけやすいですね。でこれはカッターでこのコーナーだけこういうふうにつけておいて、あとこのシャーペンをカッターに持ち替えてカッター台を置いてカッターでこうやって切ってしまうと
とても楽に型紙を切ることもできます。もう袖口は先ほどの割る時と同じような折り返しの付け方で良いです。これで型倒しの時の縫い代付けが完成しました。縫い代一つで出来上がりが違ってきますので、ぜひ皆さんもやってみてください。服工房ではこのような洋裁本を出しています。洋裁本にある服の作り方を詳しく YouTube で出しています。この本で服作りが好きになって楽しんでもらえたら嬉しいです。